さあ、結局負けた。全部エグスアムのせいだ。面白い勝負だった。またいつか手合わせしたいものだな。世話になった。シモン殿にもヨシナに。はい、必ず。お揃いのようですな。皆様方の船にはグリンブルクの名産品を積めるだけ積ませていただきました。レグナ王からのささやかな友好と感謝の証でございます。そいつはいい。少しは来た甲斐があった。その品々は我らが潮の女神に捧げます。教皇様もお喜びになられることだろウォルホート公、たった今レグナ王より貴公に特命が下されました。グリンブルク王国の返礼施設として帰国船に同乗せよと。返礼施設、つまり王の名代として相手国に出向き式典に参加いただいた礼を述べよということですな。王命とあらば喜んで。しかしエスフロストとハイサンド、どちらに向かえばよいのですか？王はウォルホート公の判断に任せると仰せでした。もう片方の国にはウォルホート家と同じグリンブルクの御三家ファルクス公が向かわれます。なぜ私には声がかからないのだ。我がテリオール家も御三家なのに。進化としての器と忠義の差だろう。日頃の行いを振り返ってみることだ。セレノア殿、シモン殿譲りの戦いぶりしかと見せてもらった。一方は私が引き受ける。どちらに行くかは貴公に任せよう。見聞を広め、御三家の筆頭にふさわしい立派な当主になってください。ランドロイ殿、マクスウェル殿、ありがとうございます。若様、王はあえてあなたに判断を任された。その意味はお分かりですね。レグナ王は私の考え方を見るおつもりなのだろう。初めての外遊先にどちらの国をなぜ選ぶのか。はい、今は両国ともに友好状態にあるゆえ、どちらに向かっても大きな問題はないでしょう。しかし今後三国の関係がどう変化するかは分かりません。その国を選んだことはウォルホート家の行く末に少なからず影響を及ぼす可能性があります。確かに慎重に考えねばな。ベネディクト、新年の天秤を用意してくれ。どちらの国に向かうべきか意見を集め、新年の天秤で決める。かしこまりました。そのようなわけでセレノア様は返礼施設の退任を仰せつかった。エスフロスト公国と聖ハイサンド大教国、どちらに向かうべきか意見を聞かせてもらいたい。そして新年の天秤の前で各々の判断を示してほしい。私はその結果に従って進むべき道を決めようと思う。多数決を取るというのか。はい、全員の意見に耳を傾け共に歩いていく。それがウォルホート家なのです。この天秤にかけて皆で選んだ道ならば、どんな道であろうと私は当主の責任を全うします。本当に大したやつだよ、お前は。セレノア様のお覚悟は分かりました。よし、決めた。俺もこの外遊についていく。もちろんお忍びでな。だから先導は任せるぞ、ウォルホート公。
王子、そんな勝手な。お前は残ってもいいぞ。お供します。私はロラン王子の親衛隊ですから。わかりました。共に行きましょう。ちょうど新年のコインと同じ人数になりましたね。セレノア様が初めて天秤に問おうとされた時に偶然7人が揃うなんて。なんだか不思議ですね。偶然ではないさ。おそらく我々は共に歩む運命なのだ。ええ、きっとそうだ。では若様、皆に1枚ずつ新年のコインを渡してください。わかった。皆それぞれ思うところを話してもらいたい。しかる後、新年の天秤にコインを乗せ、ウォルホート家が進むべき進路を決めよう。では投票を始めよう。エスフロスト公国と聖ハイサンド大教国、どちらの国に向かうか、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。信念の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。道は定められた。我らは聖ハイサンド大教国へ向かう。よし、ウォルホート家は聖ハイサンド大教国へ向かう。皆、この道が我らにとって正しいものとなるよう力を尽くしてもらいたい。パトリアト殿、我らは聖ハイサンド大教国に向かいます。承知しました。では王の名代として教皇と七聖人の皆様に感謝と友好の意をお伝えください。セレノア殿、貴公が我が国を選んでくれたことは光栄だ。だが一つ忠告せねばならない。フレデリカ殿は連れてこない方がいい。彼女がハイサンドに入ればいろいろと面倒なことが起きるはずだ。彼女はエスフロストの公女であり、私の許嫁だ。何が問題なのですか？もちろん問題などない。こうして他国にいる限りはね。だが我らの国ではその髪の色には特別な意味がある。この髪の色は母から受け継いだローゼル族の証。私の母はハイサンドから亡命したローゼル族なのです。ハイサンドの潮の女神教がローゼル族を罪人として扱っていることは知っているな？はい。ですが私はエスフロストで生まれ育ちました。私にどんな罪があるというのですか？わかりました。シモン殿は三国共同採掘の立役者だ。可能な限り便宜を図りましょう。すみません。ムキになってしまって。それは構わない。でも本当に良いのですね。はい。私は知りたいのです。母が、ローゼル族がどんな場所でどんな扱いを受けてきたのかを。レグナ王より返礼施設の退任を仰せつかったセレノアは森を抜け山を越え荒涼と広がる大地を進んだ。やがて一行の前に人の手で作られた長大な石の壁が姿を現す。
それこそがノゼリアで唯一潮を産する円弧を抱え込む城壁、女神の盾。そして円弧のほとりに広がる都が巨大な潮の女神像がそびえ立つ神の御所、聖ハイサンド大峡谷である。